テールウィンドの社長は顔も広いしシオン君の力になってくれると思うんだよね。テールウィンド事務所ってまさか。ねえねえ、ビッグイベントも終わったことだし、みんなで遊びたくない？ここがレイのお家。想像通りの大豪邸ですね。すんなり入れてくれると思う？どうでしょう。やっとメッセージを返してくれたと思ったら、自分の美しさに見とれているので忙しいという理由で断られちゃいましたし。今更なんだけど、なんで俺まで付き合わされてるのかな。だってレイって咲夜のメッセージにはまめに答えるじゃん。咲夜さんがいれば入れてくれるかもと思って。そんな都合よくいくかね。事務所にいたナゴムと一星も誘おうと思ったんだけど、なんか慌ててたから声かけなかったんだ。慌ててたって。いらっしゃいませ。うわっ誰だよ。初めてお目にかかります。守谷と申します。守谷？守谷って。守谷？家のことをすべて取り仕切り、レイさんの美しい手を守るために身を挺して洗い物をしているという守谷さんですか？おそらくその守谷でございます。やば、マジ感動なんですけど。執事っておじいちゃんじゃないんだね。まさかのイケメン。お三方レイ様にお会いに？そうです。突然来てしまってすみません。僕たちレイさんに相談したいことがあって。坊ちゃんは？今はどなたにもお会いしたくないと。ですよね。じゃあしょうがないっしょ。無理やり侵入するわけにはいかないし。いえ、どうぞお入りください。いいんですか？はい、この守谷が全責任を持ちますので、どうぞご安心を。やっぱりもう帰った方がいいんじゃ。何言うてんの。レオンが誰かと会いに外出した。もしかしたら遺跡疑惑のことがわかるかもって言うたのはナゴムくんやん。そうなんだけど、尾行してたなんてことがバレたら。あ、カフェに入っていったで。待ち合わせかな。どうやろう。それとナゴムくん、何？気づいてへん？え？さっきから背中に感じる視線。カズとミオくん。バレちゃしょうがない。一星、ナゴム兄さんをどこに連れて行く気？ナゴム兄さんが優しいからって無理やり連れ回すような真似はやめてくれるかな。カズ、俺は無理やりなんて。むしろ無理やり連れてこられてんのはミオくんの方やない？よくお分かりで。そりゃ1年間ずーっと一緒に過ごしたライバルやからな。養成所の見学の後、カズがナゴムに偶然会いに行くって言い出して、不思議な日本語やな。そうしたら2人が出かけるのが見えて、カズが尾行しようって、俺も無理やり。だっておかしいでしょ。ナゴム兄さんが一星と二人で出かける理由がある。僕を差し置いて二人で。ありえないよね。どうして二人で何してるの？カズ、落ち着いて。っていうか、みんな尾行しすぎやろ。みんなって？まさか僕たち以外にもナゴム兄さんを尾行するやつがどこにいるの？そうじゃなくて、やっぱり二人にも事情を話した方が。せやけどな、俺にはとても言えへんよ。レオンが移籍しようとしてるかもしれないやなんて。移籍？レオンが移籍？一星、全部口に出てしもてる。失礼いたします。
坊ちゃん入るよ。シャラオ、アグリ、双葉、なぜここに？来ちゃった。突然すみません。どうもお邪魔してます。モリア、私は今誰にも会いたくないと言ったはずだ。レイ様はご自分のためを思って来てくださったご友人方を返せとモリアに命令するほど情のないお人ではありません。口に出した言葉が真実とは限らない。それをレイ様はモリアに教えようとしてくださったのでしょう。至らぬモリアのために感謝いたします。モリアさんってこんな感じなんですね。で、さ、坊ちゃん、さっきモリアさんから聞いたんだけど、オーディションに落ちたショックで現在引きこもり状態ってマジ？違う！私は別にショックで引きこもっているわけではない。ではどういうおつもりで？それ私は奇跡のように美しい。は？芸術作品はそれ相応の場所に飾られるのが世の常。そして私にとってのそれはアイドルのステージ。しかしオーディションの結果、私は完膚なきまでに敗れた。レイさん。だが私は気がついたのだ。美の結晶はどこにあろうともその美しさが損なわれることはないと。ごめん、何言ってんのか全然わかんない。何故？つまりどういうこと？アイドル以外の道も考えているってことですかね。岸木も私はキスミ家次期当主。やるべきことは山のようにある。いや、さ、なんだ、ちょっと意味わかんないんだけど、なんでそうなるわけ？坊ちゃんはずっとアイドルを目指してて、オーディションの時だって言ってたじゃん。本気で戦闘を目指すって。そうだな。しかしお前も言っていたぞ。向いていることをした方が合理的だとな。当主の仕事は幸い私にとても向いている。なんだよそれ。咲夜？怒ってますか？言いたいことがあるなら言ってみるがいい。俺は他人が喜んでくれた方がいいって言いながら自分の気持ちをないがしろにしてたことも多かった。でもそんなんで自分の気持ちをなかったことにはできないって本気でセンターを取りに行かなかった俺にそう教えてくれたのは坊ちゃんじゃん。そうだったか。アイドルになりたいって気持ちは消えたわけ？違うだろ。じゃ簡単に諦めんなよ。人の決断、人の人生だ。お前に口を出される筋合いはない。自分にその権利がないことくらいは合ってるよ。であるなら。でも嫌なんだよ。向いていることをやればいいなんて言い訳して本気でやりたいって気持ちに蓋して、それを自覚してもいない坊ちゃん嫌なんだよ。それは俺の見たい坊ちゃんじゃないんだから。好き放題言ってくれる。自分勝手なこと言ってんのはよくわかってる。でもこの私が己の心に背いて今の道を選び、その上そんな己に気づいていないと少子。私は私の美で人々に幸いを与えるという使命を胸に今まで生きてきた。そしてその道を外れたことは一切ない。美の女神に愛されながらこの世に生を受け、美の女神に愛されながら輝き続ける今この瞬間もだ。はいはい、わかりました。坊ちゃんがそう言うならそうなんでしょう。悪かったね、外野が好き勝手言って。しかし勝利してなおライバルの輝きに恐れおののきながらも我が美に魅了され、我が美の恩恵に預かりたい迷えるチャラ男にそこまで懇願されたのであれば仕方がない。は？私も鬼ではない。チャラ男がそこまで私がアイドルになることを望むのであれば期待に応えてやるしかあるまい。いや別に懇願してるわけじゃ。咲夜さん、ここはどうか抑えて。そうだよ、せっかく本人がやる気になってるんだから。咲夜様、レイ様は今咲夜様に背中を押されてやっと覚悟が決まりましたが、すぐに気が変わるとかっこ悪いので、ああやって虚勢を張っておいでです。申し訳ありませんが少々お付き合いください。モリーヤ、聞こえているぞモリーヤ。なんだそりゃ。
昨夜どうしたの？いや、なんかいろいろ言ってたら俺も覚悟が決まったっていうか、決めた。俺プンプンクッキングやる。でも理想の自分も諦めない。家庭的なチャラ男として新しいジャンルを切り開いてやるよ。プンプンクッキング？何の話？チャラ男、この私がライゼンプロダクションの養成所に入所することを決めたのだ。また共に歩き出せる喜びを噛みしめるがいい。いやいや、逆でしょ。大人気クランブのサキヤ君と一緒にレッスンできるかもしれないことを喜ぶべきなのはそっちだからね。なんだとチャラ男。なんだよ坊ちゃん。大体チャラ男、その手はどうした？なんだよ手って。その手、家事でもやったのか？ささくれができているではないか。私がいないからといって美に手を抜いていたな。そうし、私が来たからには決してそのような逆向けを許すことはできない。なんで俺よりおかみで。もうなんでだよ丸メガネ。でもあそこの事務所業績めちゃくちゃいいらしくてさ。ダメ元でも一度連絡してみます。そうそう、太陽と一緒に筋トレしてたんだよ。でしょ？前と比べると結構できるようになったんだ。クックも筋トレしてる。もりもりしてる。えらい。バン、クック、豚骨隆々なる。油だらけになっちゃいそうだね。違う？おい！仁太郎、来てたのか。仁太郎、ヤッホー。ちょうどよかった。お前らに相談がある。相談？何か悩みでもあるの？いや、俺のことじゃなくて、ダチの、ダチの話なんだけどよ。すげえ大事なやつが他のところに行っちまうかもしれなくて、でもそれは多分きっとそいつにとってはいいことで、なのに俺は一人じゃここまできっとたどり着けなかったね。あの日一緒に見た大きな夢の一歩目、まだ険しい坂やでこぼこ道もあるだろう。それでも背負った想いまた進ませる。その先へとキウイグが始まるよ。今輝き出すストーリー、これまでの日々抱きしめてリビング綴ってゆく僕らのページ。心で約束するよ、星空に一番近いあの場所へ。そういつかは君に見せるかな、ひらめいた世界。じゃあねと右手を振った君のあの笑顔もこのポケットの隅